プエンテ・デル・クレリゴの伝説。殺害されて橋から投げ捨てられたこの神父はですな、セニョル、大変に善良なお方でございました。殺すような理由はほとんど何もなかったのでございます。しかも彼は最高に立派な家柄に属しておりまして、殺した紳士の方も同様、その若い令嬢も同様でございました。そうしたことどもから、またいついかなる時にあっても聖職者の殺害は冒涜の罪でございますから、その殺人の醜聞は町中に大きな騒動を巻き起こしたのでございます。その当時、もう何百年も前のことでございますよ。セニョル、今ではこの一件にちなんでカリエ・デル・プエンテ・デル・クレリゴ聖使翼者の橋の通りと呼ばれている通りに、大層美しい若い令嬢が住んでおりました。ドニャ・マルガリータ・ハウレニと申されるお方でした。彼女は孤児で、叔父であるこの神父ドン・フアン・デ・ナバと申し、サンティアゴ騎士団とカラトラバ騎士団の双方のカバリエロでいらっしゃった身分のあるお方のもとに身を寄せて暮らしておりました。あの時代、この通りには家もまばらで、市街とトラルテロルコのインディオの町とを結ぶ土手道だったのです。市街に住むスペイン人の安全のため、両者の間には広い堀が掘られ、この橋がそれをまたいでおりました。今ではセニョル、ずっと昔のことでございますが、トラルテロルコは市街の一部となり、堀もその上にあった橋も共になくなってしまいました。さて、北欧の宮廷に若く高貴なポルトガルの紳士がおりました。莫大な富と2つの爵位を持ち、ドン・ドゥアルテ・デ・サラサと申されるお方でございました。北欧コンデ・デ・サルバティエラは大層彼を寵愛されました。誠実な気質と善良な心を持っておったからでございます。そしてこの高貴な若い紳士がドニャ・マルガリータに恋し、彼女もまた彼に恋をいたしました。けれども叔父のパドレ・ドン・フアンは、ドン・ドゥアルテが堕落した若者であること、博打打ちであり、他にも本来あるべからざる素行があることを知っておりましたので、目に彼との交際を禁じたのでございます。そういった事情でしばらくの間はことはとどまっておりましたが、ドン・ドゥアルテは全くそれを快く思っておりませんでした。さて、ある夜のことでございます。セニョル、ドン・ドゥアルテはドニャ・マルガリータの窓辺におりまして、格子越しに天井を語っておりました。そうしておる間に、星明かりに照らされて、土手道に沿って帰ってくるパドレ・ドン・フアンの姿が見えたのでございます。すると、その邪悪な若者は橋のところへ向かい、神父が橋に差し掛かったところを飛びかかって、その頭蓋に深々と短剣を突き立てたのです。短剣はそこにあまりに固く食い込んでおりまして、セニョール、もはや引き抜くことはできませんでした。それで彼は亡き神父の棚体を頭蓋に短剣を刺したまま橋の欄干越しに水中へと放り込み、それから自宅へと立ち去ったのでございます。その殺人を犯したと思われたくなかったドン・ドゥアルテはほぼ1年の間ドニャ・マルガリータに近づきませんでした。そうしてドニャへの恋情がもはや彼女から離れていることを許さなくなり、彼はある夜もう一度彼女に会おうと窓辺へと向かったのでございます。心の内には彼女を呼び出して連れ去ろうという邪悪な企みを抱えてのことでした。しかしそうはなりませんでした。そして実際に何が起こったのかは恐ろしい謎でございます。判明していることは次の通りだけでございます。早朝、その界隈に住む者たちが聖使翼者の橋の上にドン・ドゥアルテの死体を見つけたのです。そして彼を押さえつけ、骨張った膝を胸に乗せ、
日本の骨ばった手で喉を締めていたのは一体の骸骨でございました。その骸骨はですな、セニョール、聖職者しか身につけぬ黒い蝶衣をまとっておりまして、その頭蓋には錆びた短剣が刺さったまま深く食い込んでおりました。それゆえにドン・ドゥアルテこそがパドレー・ドン・フアンを殺害したものであること、そしてパドレー・ドン・フアンの骸骨が正しい復讐をもってドン・ドゥアルテを殺したことがみんなに知れ渡ったのでございます。